こんにちは、シャチパンです。掃除機って売り場行ってもたくさんありすぎて、どれがいいのか正直分かりづらいですよね。しかも最近では各社サイクロン式だけじゃなくいろいろ出していて、さらに迷うことこの上なしです。今回はそんな方々のために大手5社の軽量型コードレス掃除機について調べてみました。最近のトレンドも抑えつつ、この動画1本に全ての情報をまとめてきましたので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。最初にコードレス掃除機の現状について簡単に触れておきます。掃除機の種類は大きく分けて3つあります。1つ目は本体に車輪がついていて、コンセントから電源を取るタイプの多いキャニスター型です。吸引力は優れていますが、コードの差し替えが必要であったり、本体を引っ張りながら掃除するため、取り回しが悪いことがデメリットです。2つ目はコードレスのスティック型です。キャニスター型の特徴とは逆で、吸引力は及びませんが、ヘッドの構造によって実用的なレベルまで引き上げています。それから小さな部屋や障害物の多い場所でも小回りが利き、取り回しが良いです。気になったところがあれば、さっと掃除できる気軽さから人気の商品です。3つ目はロボット掃除機です。吸引力は最弱ですが、留守中にも使えるため、掃除の負担を減らすことができます。ロボット掃除機をメインに使いながら、気になったところはコードレス掃除機を使うという運用も流行っています。今回ご紹介するのはこのコードレス掃除機となります。なお、事前に普段掃除でメインに使っているものはという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、コードレス掃除機が過半数を占め、次いでキャニスター型でした。ロボット掃除機も全体の1割強を占め、普及が進んでいるように感じます。さて、話を戻して、このコードレス掃除機も大きく2つに分類されます。それは軽さを重視した軽量タイプと吸引力を重視したパワータイプです。軽量タイプは少し前まで国内メーカーで言えばマキタくらいしかありませんでしたが、今やたくさんのメーカーが参入しており、選択肢が増えています。最近ではサイクロン型以外にもゴミ収集ドックがあるモデルや紙パック式のモデルなど多彩なモデルが販売されています。一方、パワータイプもダイソンくらいしか選択肢がありませんでしたが、今では他のメーカーも追いつき、こちらも選択肢が増えています。選び方としては、フローリングや畳だけということであれば軽量タイプ、絨毯やカーペットまでしっかり対応したいとなるとパワータイプを選ぶのが良いかと思います。今回はこの軽量タイプのコードレス掃除機について比較していきます。それでは早速、大手5社パナソニック、シャープ、日立、東芝、ダイソンの比較をしていきましょう。今回は取り回しのしやすい軽量型ということで 1.5kg までのモデルに絞り、優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。まずはシリーズ数と重さです。各社のモデルラインナップも簡単に触れながらご紹介していきます。パナソニックのモデルラインナップは全部で6モデル。左の3つはパナソニックが今最も力を入れているクリーンドックがついたタイプの掃除機です。クリーンドックは掃除機を使った後に立てかけるだけで充電できるほか、掃除機内のゴミも収集してくれ、ゴミ捨ての頻度を減らすことができます。なお、2キロモデルは2023年3月に発売予定で、吸引力を強めたモデルかと思われます。右の3モデルはサイクロン式です。この中で軽量型と言えそうなものは全6モデル中この4モデルとなり、重さは 1.2kg から 1.5kg と幅広い展開です。シャープのラインナップはパナソニックと同じく6モデル展開。5モデルがサイクロン式、残りの1モデルが紙パック式です。軽量型は右の4モデルですが、一部の安価モデルは吸引力も弱く、バッテリーも内蔵型なので
おすすめできなく、今回は候補から除外します。重さは 1.2 キロから 1.3 キロ。今回ご紹介するメーカーの中では軽量化を早い段階から手掛けており、各社の熾烈な軽量競争の火付け役と言われています。日立のラインナップは今回ご紹介する中で最多の7モデル展開。2モデルが紙パック式、残りの5モデルがサイクロン式です。長年シャープと軽量化競争をしていましたが、昨年紙パック式の掃除機を出したところ、これがヒットしたので、今年 1.4 キロの吸引力などを強化したモデルを追加してきました。その流れは他社にも及び、先ほども触れましたが、シャープもまた今年紙パック式を出してきています。YouTube やネット記事では、この紙パック対応を業界初だなんて表現していることがありますが、それは誤りで、紙パック式のコードレス掃除機は過去東芝やパナソニックにもありました。その時は紙パックにゴミが溜まってくると吸引力が低下することからサイクロン式に軍配が上がりました。紙パック式はゴミを捨てるだけでメンテ不要ですが、サイクロン式はフィルターなどのメンテが必要です。サイクロン式のメンテ意外と大変だぞとユーザーが気づき始めた頃、ここに来て原点回帰の紙パック式の発売、かなり絶妙な投入だったなと思います。さて、この中で軽量モデルは全7モデル中、なんと6モデルが該当し、重さは 0.97 キロから 1.4 キロと1キロを切るモデルも登場。軽量重視のラインナップと言っていいでしょう。東芝のラインナップは4ラインナップで数としては控えめ。すべてサイクロン式で、軽量モデルはこの2つが該当します。重さは1キロのモデルもあり、かなりスリムです。続いてダイソンのラインナップは5ラインナップ。重い重いと言われ続けたのは昔の話で、今や日本人の体に合わせた小さめなモデル展開も充実しています。すべて多段構成のサイクロンなこともあるためか、他社よりは重く 1.5 キロを切るモデルはありません。また奇抜なデザインは好みが分かれることもあるようです。全体としてはこのようになり、重さという点では日立が一歩リードしているでしょうか。続いて運転時間とバッテリー出力です。運転時間は各社自動運転やエコ運転など表記は違いますが、いわゆる標準・強モードの時間を記しています。少し幅はありますが、シャープ、日立、東芝は標準モードで30分、あるいは40分運転することができ、比較的長いですが、パナソニック、ダイソンは強モード含め短めです。掃除する部屋の広さにもよりますが、普段どれくらい掃除の時間をかけているかで選択しても良いかと思います。バッテリー出力は吸引力に影響します。少し前まで各社吸引仕事率というスペックで吸引力の目安を表示していましたが、最近ではほぼなくなりました。これには理由があり、バッテリー駆動のコードレス掃除機はキャニスター型の掃除機と比較すると吸引力がひ弱で、ヘッドの床の密着度や密閉度、ブラシのかき出しの工夫などによって実用的なレベルまで引き上げています。吸引仕事率はヘッドをつけない状態で空気を吸い込む力をスペック化しているので、コードレス掃除機の使用状況と大きくかけ離れているわけです。とはいえ、私たちにも何かの指標は欲しいところ。そういう意味でバッテリー出力は一つの目安になるでしょう。さて、中にはバッテリー出力情報を伏せているメーカーもありますが、今回実機で確認したり、ネットの写真の情報から調べてきました。するとご覧のようになり、日立が 21.6V 出力のものが多く、最も優れており、次いでシャープでした。東芝は軽さを優先した結果からか、出力はかなり控えめ。吸引力にはあまり期待できないでしょう。パナソニックとダイソンは中間です。
バッテリーの出力や容量は軽量モデルでは特に抑える傾向になりますから、ここらは実用的な部分はどこなのかしっかりと見定めることが大事となるでしょう。続いてバッテリー着脱と充電時間です。バッテリーは消耗品なので使い続けていくに従い運転時間が減っていきます。着脱が可能であれば修理扱いとならず、バッテリーを買い直すだけで対応ができリーズナブルです。今回比較している各社のモデルですと、日立、東芝の一部のモデルが内蔵型となっており、バッテリー単体での購入が推奨されていません。逆にパナソニック、シャープ、ダイソンは全モデルバッテリー着脱が可能です。ただしパナソニックの一部のモデルとダイソンは着脱にドライバーを用いてネジを外す手間はあります。バッテリーの着脱が簡単ですと、複数持つことによって運転時間を延ばすことができます。ご自身の使いたい環境に合わせて選択するのが良いでしょう。充電時間は3時間や4時間が多い中、日立が全モデルで2時間と優れています。シャープも上位モデルでは100分と短いものの、下位では4時間と長く、その他のメーカーも同水準です。ただ3時間程度であれば、よほど高頻度で掃除しない限り、個人的には問題なく感じるでしょうか。次に特徴です。各社の力の入れている分野を簡単にご紹介します。パナソニックの軽量モデルは今、ゴミ収集ドックに力を入れています。まず吸い取ったゴミを自動でクリーンドックに移動させます。吸い取って溜まったゴミはナノイーで除菌され、ゴミ捨ては約50日に一度。捨てる時もゴミに触れることなく手軽で清潔です。ドックは充電も兼ねるため、さっと取り出し掃除するのに適しています。続いてシャープの特徴は静音設計です。モーターを遮音カバーと防振材で覆い、モーター音を低減します。上位モデルほどの効果は望めませんが、他社では公開していない静音性もスペック化しており、力が入っています。掃除機の動作音が苦手な方は一度試してみてもいいかもしれませんね。次に日立の特徴は紙パックです。昨年から登場した紙パックモデルですが、サイクロン型のお手入れに疲労した方にうまく刺さったようで人気となりました。今年はさらに吸引力を強化し、バッテリー着脱もできるモデルが登場しています。紙パックはそれ本体がフィルターとなるので、ゴミが溜まると風の流れが妨げられ吸引力が低下しますが、日立は複数の流路を用意することで吸引力低下を抑制するような作りとなっています。正直これがどの程度効果があるかは分かりませんが、後続のシャープの紙パック式には吸引力低下に対抗する手段の記載が特にないので、日立の方が優れているでしょうか。ゴミ捨ては約4ヶ月に1回が目安となります。次に東芝の特徴は軽量化です。基板の小型化やパイプのカーボン素材採用などで標準質量 1kg を実現しました。続いてダイソンの特徴はフィルターレスです。サイクロン2段構造により実現しています。サイクロン式の掃除機は竜巻のような風の遠心力で空気とゴミを分離させています。遠心力が強いほどゴミは空気と分離させることができますが、遠心力を高めるには2つの方法があります。これは遠心力の式ですが、遠心力を高めるにはゴミの速度を上げるか半径を小さくするしかありません。ゴミの速度を上げるために気流を強くするのは大変なので、半径を小さくする必要があり、ダストカップの上に半径の小さいコーン型の気筒を並べ、微細なホコリはここで分離するというものです。この構造を取らないサイクロン掃除機は2段目の分離の役割をこのトゲトゲしたプリーツフィルターなどが担いますが、使用しているとフィルターが詰まってきて
吸引力低下を招きます。ゴミの分離性能が高い多段構造ならば、吸引力低下もしづらいでしょう。これがフィルターレス構造の特徴です。なお、実際には排気用のフィルターはありますので、全くフィルターがないということではありません。この 1.5 キロまでの軽量モデルでサイクロンが多段構造なのはダイソンだけとなります。次に価格です。現在の参考価格も合わせて載せています。下段はサイクロン式のモデル、上段が各社の特別モデル、パナソニックで言えばゴミ収集ドッグのモデル、シャープ、日立は紙パック式のモデルとなります。掃除機は発売時期がメーカーによってまちまちで、モデルによっても価格が違うので単純比較は難しいのですが、日立が最も高く、サイクロン式で言えばパナソニックと東芝が安めです。各モデルの詳細は概要欄にも記載していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。パナソニックは毛絡みがしづらいと好評でした。絡まないブラシは髪の毛やペットの毛を円錐型で巻き締めながら径の細い中央部に移送します。中央の隙間にゴミを集め、ほとんど絡みません。悪かった意見としては、運転時間が短いという声がありました。それからクリーンドッグ付きのモデルはサイクロン式ではなく、モーターの前にフィルターがあるだけの真空掃除機なので、ゴミのキャッチはすべてフィルターに任せています。そのため、目詰まりによる吸引力低下を指摘する声が多くありました。それからゴミ捨ては楽ですが、先ほど触れたフィルターの掃除は必要ということは注意が必要です。後継モデルが最近出ましたが、少なくとも軽量モデルのバッテリー出力は同じであることが分かっているので、どこまで改善できているか要注目です。次にシャープは予備バッテリーが好評でした。バッテリーの取り外しも簡単で、単体で充電できるため、掃除している間にも充電ができます。それから静音性がいいという声がありました。悪かった意見としては、集塵容積が小さく、すぐいっぱいになってしまうという声がありました。軽量化の弊害ですが、本機はゴミや縮機能もないため、よりそう感じることもあるかもしれません。それからスタンド充電が欲しいという声がありました。本機のバッテリー充電は単体充電しかできなく、本体をスタンドに立ててもバッテリーをいちいち外さないといけません。人によっては気になるところでしょうか。続いて日立は紙パックモデルが好評でした。弱点であった吸引力やバッテリー着脱にも対応してきた後継モデルにも期待です。またサイクロン式のモデルではゴミ圧縮が捨てやすくて良いという声がありました。全体的に軽いモデルが多いのもポイントです。一方、悪かった意見としては価格が高め、一部のモデルはスタンドに本体をセットするだけでは充電ができなく、AC アダプターのコネクターを本体に接続する必要があることが残念という意見があった程度で、目立った酷評は少なかった印象でした。次に東芝は価格が他社と比較して安め、それから軽さとゴミ圧縮を褒める声がありました。悪かった意見としては毛絡みが多い、それから軽量化の弊害か吸引力が弱いという声が他社より多く感じました。愛、自由、希望、夢、足元をご覧よ、きっと転がってるさって誰かが言っていたので足元を見てみました。自分の抜け毛しかありませんでした。続いてダイソンは何といってもフィルターレス構造による吸引力持続を褒める声が多かったです。軽量モデルでも好評でした。一方、悪かった意見としてはソフトローラーがカーペットや絨毯には不向きだったという声が上がっていました。それからゴミやホコリに触れずに簡単にゴミ捨てができますが、ホコリが散りやすく注意する必要があります。また本機は電源オンオフがトリガー式ではなく
ボタン式なのでボタン配置的に片手で操作できなくて残念という声が上がっていました。ただしトリガー式でも手が疲れるという声も上がっているので、ここは好みかなと思います。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前までの軽量モデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。今回はメーカー間でかなり大きな差が出ました。日立、シャープは満足度が高く、次いでダイソン、そして東芝、パナソニックという順でした。東芝は口コミにもあった吸引力、毛絡みが、パナソニックはゴミ収集ドッグモデルの吸引力低下を指摘する声が多くあり、点数に影響してしまった印象でした。パナソニックは今年後継モデルが出ましたので、どう挽回していくかが鍵となるでしょう。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかくコスパを求める方は東芝、フィルターレスに魅力を感じた方はダイソン、静音性を重視したい方はシャープ、ゴミ収集ドッグ付きでさっと掃除したい方はパナソニック、紙パックもサイクロン式も人気のモデルをお探しであれば日立が候補となるでしょうか。なお、本動画は軽量モデルの比較でしたが、掃除機を選ぶにあたり注目するポイントは基本的に変わりません。もし他のメーカーやパワーモデルを検討したい場合でも、同じ項目を確認し、量販店などで最終確認をしていただければと思います。最終確認では吸引力に目が行きがちですが、重心位置、ヘッド操作、スティックの長さの3点も忘れずに確認してみてください。重心位置はスペック値では軽くても、実際持ってみると結構違いがあり、重いと感じることがあります。ヘッドの操作はヘッドがぐにゃぐにゃ曲がり、思った方向に行かないこともあるようです。手首のスナップでこの画像のようなポジションは大体のメーカーで取れますので、操作具合は確認しておきたいところですね。スティックの長さはご自身の身長によっては長すぎたり短すぎてかがむ姿勢になってしまうこともあります。キャニスター型のように長さ調節が容易ではないので、確認しておきたいポイントです。いずれも掃除機を使うにあたり使いやすさに直結する部分ですので、注意しておいた方が良いでしょう。なお、猫砂など吸引できるか試したいものがある場合は、持ち込んで確認できるケースもありますので、店員と相談してみても良いでしょう。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。